皆さんこんにちは。ホームシアターではサブウーファーが使われますが、サブウーファーの音は昔から評判がよくありません。その中に音が遅れて聞こえるというものがあります。今回は音が遅れて聞こえる原因とサブウーファーの上手な使い方を解説します。サブウーファーの遅れはこのようなトーンバーストを再生して振幅の成長を観察することでわかります。これはサブウーファーの遅れを測定した例です。振幅の成長と減衰に時間がかかっています。サブウーファーの遅れはバスレフポートで最大になりますが、1波長に満たないのでほとんどの人は遅れを感じないでしょう。ところが実際には遅れて聞こえます。遅れがないものが遅れて聞こえるのはどうしてでしょう。サブウーファーの置き方について調べると、低音は方向性がないのでどこに置いても構わないとする記事が出てきますが、間違いです。例えばサブウーファーを床にベタ置きすると低在波を増幅させます。低在波というのは2つの平行な面の間で起きる共鳴です。低周波の低在波は平行な面さえあればどこでも発生する身近な現象です。スピーカーのセッティングで低音の出方が大きく変わる要因になっています。これはトーンバーストを再生して私がいる部屋の低在波を測定した結果です。振幅の成長と減衰にかなり時間がかかっています。これだけ遅れが大きいと音がワンテンポ遅れて聞こえる場合があります。つまりサブウーファーから出た音が遅れて聞こえるのはサブウーファーのせいではなくて低在波を増幅させた結果です。これは一時の低在波の様子です。低在波には腹と節があります。壁際は常に腹になります。サブウーファーを腹の位置に置くと低在波が増幅されます。節の位置では低在波は発生しません。この図では真ん中がベストに見えますが、そう簡単にはいきません。低在波には複数のモードがあります。これは2次の低在波の様子です。2次では真ん中が腹の位置です。低在波は床と天井の間でも発生します。こちらはその例です。床付近はどこに置いても1次と2次の両方を増幅することがわかります。床の上や部屋の隅は最も遅れが大きくなる最悪の位置です。スピーカーを壁や床に近づけると締まりのない低音が増えるのは低在波が増えるからです。スピーカーのセッティングは単に低在波の加減に過ぎません。サブウーファーの最適な位置は1次と2次の低在波の腹から離れた場所です。先ほどの例ですと壁際から部屋の寸法の4分の1になります。上下方向は天井高さの4分の1です。台に乗せてこの高さに持ち上げる必要があります。スピーカーは壁から離したり台の上に乗せて使うのが普通ですが、サブウーファーも同じです。
むしろ低音をメインに出すサブウーファーはスピーカーより置き場所にシビアなアイテムです。サブウーファーを使う場合はクロスオーバーフィルターを使ってメインスピーカーの低音をカットしてください。小口径のウーファーから出る低音は歪みが多くなっています。これをカットしてサブウーファーに任せることで低音の質が大幅に良くなります。例えば小口径のウーファーは 100Hz 付近から歪みが急激に増えますので、クロスオーバーフィルターのカットオフを120くらいに設定します。サブウーファーの口径は大きければ大きいほど有利です。少なくとも25センチ以上の製品を使ってください。メインスピーカーの低音再生に余裕がある場合は、クロスオーバー周波数を下げることができます。例えば、2次の低在波より低くできれば、1次だけ問題にすればよくなるので、真ん中がベストな位置になります。これはサブウーファーの上手な使い方の一つです。クロスオーバーフィルターはほとんどの AV アンプに内蔵されています。AV アンプはサブウーファーを使ったシステム作りに最も適したアンプです。以上の結果をまとめると次のようになります。サブウーファーの音が遅れて聞こえる原因は低在波です。床の上や部屋の隅は最も遅れが大きくなる最悪の位置です。ベストな位置は床や壁から部屋寸の4分の1離れたところです。ここは低在波の影響を一番少なくできる位置です。サブウーファーを使うときは必ずクロスオーバーフィルターを使ってメインスピーカーの低音をカットしてください。低音再生をサブウーファーに任せることで低音の質が大幅に良くなります。低在波そのものを対策してしまえばサブウーファーの置き場所が自由になります。興味のある方は動画の概要欄を見てください。サブウーファーを組み合わせた小型システムは小スペースで本格的な再生を実現する一つの答えです。サイズからは想像もつかない迫力あるハイファイサウンドを体験できるでしょう。ご視聴ありがとうございました。